今日はコロッケを作ります。コロッケは肉じゃがと同じようにこの芽を取って皮は剥きません。皮ごと一緒に茹でちゃいます。安いコロッケなんていうのはお肉が少なくてこの皮がお肉のように見えるんですね。皮がいっぱい入ってると思います。だいたい1つを4分の1ぐらいに切ってください。じゃがいもには上に出てる茎とつながってる部分がこういうとこなんですね。ここが多分ね、ここからこうやって埋まってるわけです。こういうの知ってると楽しいでしょ。ここがね芽ですよね。茎からつながってるとこ、私もちっちゃい時は分かんなかったんですよ。いろんな人の話を聞いたり本で読んだりすると、なるほどなと思って。丸ごと入れた方が本当は水っぽくならなくていいんですけど、そうすると時間が結構かかるんですね。手早くやりたい時にはちょっと切っちゃいます。それで後で柔らかく茹で上がったら水を切ったらもう一回火にかけて粉吹き芋を作るみたいにして水分を飛ばします。そうするとホクホクとできます。で蓋をしますね。20分ぐらいかかるかしらね。みじん切りにします。やっぱりヘタは取りません。こうやんなくても大丈夫。横に入れなくても結構細かくできますので。よく玉ねぎを切ると目が痛くなるとか言いますけど、切れる包丁で切ると目は痛くなりません。みじん切りができました。そしたらひき肉と一緒に炒めます。で油大さじ1杯で玉ねぎから先炒めますね。コロッケも買ってしまう人が多いと思うんですけども、自分で手作りするとそのうまさにみんな驚くかなと思うくらい手作りのコロッケは格段に美味しいし、市販のものはラードなんかで揚げてあるので植物油の油で揚げるのとちょっと味が違うんですよね。冷めても美味しいのは植物油で揚げたコロッケの方が美味しいかなと思います。コロッケなんかも売ってますけど、自分で作ると30円か40円でできちゃうんじゃないかなと思います。パンに挟んでも美味しいし、ご飯のおかずにも合うので、子供と一緒に丸めてみたり、揚げてる匂いとかそういうのが部屋中に立ち込めるとね、すごい幸せ気分になるんですね。子供の肌に触れてあげたりするとオキシトシンというホルモン、癒しのホルモンが出ますけど、このいい匂いを嗅ぐのも癒しのオキシトシンが出るんじゃないかなと思って信じて手作りを心がけております。物を作る時って相手の人の気持ちを考えながら、どんな顔して食べてくれるかなとか想像しながら作るととても楽しいですよ。みんなが美味しいもの食べて笑顔にならないことはないんですよね。怒る人は誰もいませんよね。美味しいもの食べて。だから料理を作るっていうのは楽しいんですよ。相手の人が喜ぶから。玉ねぎがよく炒まったら甘みが出ますので、よく炒めるといい加減に炒めてると揚げてもなんか中がシャリシャリってした感じになりますので、よくしんなりするまで炒めてください。玉ねぎって何にしても美味しいし、免疫力も上がる食べ物ですし、血圧なんかも下げる効果があるので、イライラすることも抑えてくれるんですね。玉ねぎとかネギ類を食べるとね。結構しんなりしてきましたので、ここにひき肉を入れます。豚のひき肉ですけど、牛のひき肉でもいいし、もうちょっと高級にしたければひき肉じゃなくて普通の薄切り肉を細かく叩いて入れても美味しいですよ。でお肉がないなと思う時は玉ねぎだけでもいいし、ゆで卵を入れてもいいし、鮭缶なんかを入れても美味しいです。コロッケどうしても食べたいけどじゃがいもがないななんていう時は里芋でも同じように作れるし、かぼちゃでも同じように作れますので、いろいろ応用してみてください。
かぼちゃなんかは甘みがあるので、小さいお子さんはかぼちゃのコロッケが大好きですね。玉ねぎから水っぽさが出てくるので、水分を飛ばすように炒めてください。ちょっとじゃがいもの火を弱めます。さっきよりも玉ねぎの水分がだいぶ飛んできましたね。そしたらそこにちょっと塩を入れますね。塩はこれで1杯が5から6グラムあるんですけど、今日はじゃがいもが350、ひき肉が120、玉ねぎが120ぐらいあったので、約600ですので、だいたい塩味っていうのは 1% がいいので 6g ですけど、小さじ1杯ぐらいがいいと思うんですけど、後で出来上がった時にソースなんかをかけて食べるので、ちょっと控えめにして味をつけます。だいたい味付けは 1% がちょうど何でもうまいなっていう感じの塩分濃度です。だからだいたい醤油は 1% の5倍かけると 1% の塩分濃度になるんですよね。でここに私はちょっと隠し味にカレー粉を入れます。カレー粉を入れるとお肉の臭みとかそういうのもちょっと取れるので、ほんのちょっと香り付けに入れます。これでまた部屋の、ね、香りが美味しいカレーの風味がちょっと漂う感じになります。はい、これを火を止めて冷まします。それでここに茹で上がったじゃがいもを入れて潰します。で今度は衣を作りますね。本当はフライを作る時は溶き卵と小麦粉とパン粉ですけど、1人でそんなにいっぱい3段階も作るのは大変なので、小麦粉に卵を入れたのを溶いて、それでパン粉つけます。今日ぐらいの量ですと卵1個だと量が多いので、こういうのが1つ冷蔵庫に入ってると便利なうずらの卵を使います。この卵10個で卵を2個分ね。だからこれで1個分の卵なんですね。でもそれ1個だと多いので半分ぐらい使いたいんですけど、半分っていうのを保管したりすると無駄になってしまったり、なんかに使えばいいんですけど、でもこういう時は卵を3個使います。うずらの卵3個。それで切る時こうやってなかなか切れないので、まず包丁で包丁で切ります。ちょっと半分分ね。でこれをやってこのくらいの量まで水を入れます。これをよく溶きます。とかく後でね、衣が余っちゃったりして無駄になっちゃうんですね。でみんなどうしてるのかななんて思うんですけど、溶いたらここに小麦粉を入れます。大体これで小麦粉が 50g なのね。このくらいのとろみでいいかな。で卵を使ったら必ず手を洗ってください。鶏のお尻から出るのでね。もうじゃがいもが柔らかくなりました。皮がちょっとむけてきましたのでもう柔らかいと思います。そしたらこれを水を捨てます。やけどしないように捨てます。はい、そしたらもう一回火にかけますね。それで水分を飛ばします。そうすると粉が吹くんですね。そうするとホクホクしてきますので。はい、そしたらここに入れちゃいます。マッシャーで潰します。だいたいじゃがいもは20分ぐらいでしたね。皮が入ってても全然違和感がないんですよ、コロッケ。何しろ家で作って一番の利点は中身に何が入ってるか分かってることと、それからあったかい熱々が食べられるっていうこと。じゃがいもってみんな好きですよね。コロッケが嫌いな人はいないかもしれないね。家族がいてみんなで食事をするときには買ったものに手作りもいいかなと思いますね。それでね、ちょっとこう味を見るんですよ。
美味しいさあこれを10個にします。またこれをお子さんやら子供と一緒に作るとまた楽しいんですよ。なんか心がウキウキする。サランラップを敷いて、いろんなやり方があって手順よくできればいいんですよ。絶対これがいいとは言いませんけど、これだいたい10等分にしますので、こうやって半分にするとこれで5個作ればいいわけですよね。はい、これで3、はい。じゃあ手をちょっときれいに洗ってから1つ、2つ、ずつね。コロッケとかハンバーグっていうのはお子さんはもうどっちが大きいかって自分が多い方を食べたいので競争になるので、お子さんと一緒にやるんだったらはかりで測ってやるのも楽しいですよ。うちなんか集団給食で食事を作ってたの、どうしてもはかりでグラムを測りたがる性格なんですけど、まあ家庭ではそんなこと言ってられないけどね。はい、こうやって10個ぴったしできました。粗熱が取れて、あんまり熱いうちに油で揚げちゃうと跳ねちゃうんですよね。これがどんなかな。やっぱりね、卵が入ってるとね、カラッと揚がるんですよね。天ぷらでもそうですけど、ダマがないようによく溶きます。このくらいのあれでいいかな。混ぜたてだとダマがまだねあれですけど、まあ本当は正確には小麦粉をふるって入れるといいんですけどね。だからちょっと しばらく置くとこうやってダマがなくなるね。クレープなんか作るともね、やっぱりこうダマができるんですけど、やりたては。だけど30分以上寝かしとくとさらっとなっちゃうんです。油を張ります。フライパンに2センチぐらい入れてみてください。これくらいでも上がると思います。あんまり大きいフライパンでやると油の処理が嫌だとか、揚げ物しない家庭が多いんです。みんな苦手だけどちゃんと油こし器があるので、こういうのに入れてバッと使い終わった油をここに入れとけば、また炒め物とかにも使えますので、やっぱり揚げ物ってみんな好きなのに買ってしまう、そういう感じですよね。なんでここに布巾を敷いたかというと、跳ねるんですよね。どっかにこぼれるんですよ。それが私嫌で、つけますよ。そしたら手を片方の手でこうつけられるから、衣を作ってこういうのを揚げると余ったからって捨てちゃうでしょ。捨てないの。おやきみたいにしてね、全部混ぜちゃっておやきにしよう。パン粉なんかもいきなり全部いっぱい入れないで、ちょっと足りないかなぐらいに入れといた方がいいかなと思います。やっぱりね、料理するときに周りを汚くしながらねやったらね、後で後片付けが大変だから、それで料理するのが嫌だっていう方が、初めから汚さないように段取りよくすれば後が切れるでしょ。10個やっぱりこれでも余っちゃってね、失敗を重ねて成功するんです言い訳だねでこれでちょっとパン粉余っちゃったら、こういうところであとちょっと小麦粉足して後でおやきをやりましょうね。こうしたらやっぱりね、こぼさないようにやってもここぼれてるんです。そうすると台布巾を洗うだけで済むから。それがこういうところにこぼれると後でね、なかなかね剥がれないんですよ。労力使うの。パン粉を落としてみて、パッと散ったら揚げていいかなって合図です。はい、それで衣がどうかな、見てて、パッと散ったね、いいと思います。軽く押さえて静かに入れます。油が跳ねるからってポーンとね投げるようなことしないでください。初めは温度が油があるから4個入れちゃいましょう。あと3個を2回揚げますね。油切りとかそういうのもあるとまた後で洗うのが面倒とかなるので、こういうバットのクッキングシートでいいですよ。お菓子の箱を取っといてあれしてみたり、だからなるべくだとそのままポンと捨てられるから。もっとね油がたっぷりだとねこれが浮いてくるんです。でも色で調節しましょう。こんがりときつね色に上がるまで。でじゃがいもがこれで農家で買ったから100円、玉ねぎも50円、ひき肉が200円、100円、150円、
350円で1個35円ですね。まあパン粉とか油入れれば1個40円としましょう。40円でこんな美味しいのできないよ。揚げるときはちょっとこう油を切って立てかけるように。もう小学生の高学年になるとこういうものできますからね。危なくないように注意しながらやる。何でもちょっとぐらい熱い思い痛い思いをすると今度気をつけるから。初めから危ないからさせないんじゃダメなのよね。包丁だって痛い思いをすると分かるんだから。乱暴なようだけどそのくらいのことしないと何にもできない子になっちゃう。だからこう料理を作る時にお子さんとお孫さんでもそばにいて対話しながらやると会話が弾むでしょ。それがいいんですよ。癒しになるんですよ。で子供に時にはさせてみたりすると子供が主役になれるから。じゃあ私がやる僕がやるってなるともう嫌いなもんでも好きになってしまうんですよ。不思議なことに自分がちょっと触っただけで。人参だって人参が嫌いな子に包丁で切らせたりそれからおろしてみたりとかね、スライサーでスライスしてみたりするだけでも自分がやったっていうことだけでも特別な味に感じるのかなもうすごい顔つきが変わってしまって、昔若いママとお子さん人参何にも食べないんです、ご飯しか何も食べないんですってお子さんが人参のかき揚げを目の前であげたら、まあもうお母さんが目を丸くしてなんで人参食べるのっていうくらいよく食べてくれたんですよね。それからね人参が好きになった。だから目の前でやってみたりそれから触らせたりっていうことが百聞は一見にしかずですよ。何でも今はね子供にさせない、させすぎない、もう何でもさしてあげる、頑張らしてみる、それが大事。自立しなきゃね小さい時から。それにはね料理を作ることが一番かなって私は思います。楽しいんだもん料理作るっていうのは。だから子供の料理教室を、してるんですけど感想文にね本当に楽しかった楽しかった楽しかったっていうことほとんどの子がそう書いて帰ります。楽しいんですよ。難しかったとも書くけど楽しかった。パン粉もったいないからこんな中に入れちゃう。パン粉小麦粉も残ってるからでこう混ぜとく。温度が低いとねカラッと上がんないんですよね。で割れちゃったりするから。それと本体が熱いとやっぱりこのきつね色ぐらいにならないと美味しくないね。はい、これで出来上がりです。そしたらこれをすぐね油をこするんですよ。こういうところに入れて空気遮断するから。でこれがフライパンの油残ってるからもったいないからお焼きとかね焼き網とかそういうのを買っておくとちょっとお焼きとかそういう時に入れるのにいいね。ちょっと柔らかい焼き網入れました。この中にご飯なんか入れても美味しいお焼きができます。一つも無駄にならないでしょ。もったいない精神だから。油が残ってるからこれで焼きます。玉ねぎとかキャベツとかネギとか入れてもねいいですよ。あとお醤油とか酢醤油で食べても美味しいし砂糖醤油で食べても美味しいし、こんなのねお子さんのおやつに最高なんですよ。今小麦粉もね値上がってるからなるべく一滴でも捨てたくないですよね。これで出来上がりです。フライパンも綺麗でしょ。油がなくなって
何でも無駄にしたくない。